意志慰める慰める何気ない何気ない介護余る家族逆らご縁優しい恵み言いつける言い出す指出すわ向き合う察する思いやり自立出産は世間知らず世代盛り上がる説得力尊重じゃあけど大半仲良く直さ妊娠って納得反省ほったく役目友人養う頼もしい頼る励ますあえて呆れるありがたいからかうつくづく生き続きたいという意志金髪が慰める何気ない日常の中でプロポーズ一家に一個は絶対いる7年間も介護できないよ。ご主人に甘えるだけじゃなくてとある家族が住んでいた一軒家帝国に逆らう者は反逆罪ここで出会ったのも何かのご縁すでに廃墟となって久しいが山の恵みも豊富だし祖父の後を継ぐためきっと後で夏希がモニカに言いつけるだろう言い出すタイミングもなくてなもう一回指出すわ向き合うって決めたんだな察するっていうのが大事よ化け物が化け物を生むってこと俺の思いやりが足りなかったんだな自立しないといけないなと思って設備のない場所での出産はきっと危険です真面目だが世間知らずで抜けたところがある今世代が変わっていってます
お酒があるとやっぱり盛り上がるわね。お酒があるとやっぱり盛り上がるわね。説得力ってないと思うんですよ。説得力ってないと思うんですよ。私たちはあなたの選択を尊重します。私たちはあなたの選択を尊重します。真実を打ち明ける。真実を打ち明ける。大半の人間はみんなで仲良くしようね。みんなで仲良くしようね。幽霊に直接会うとか妊娠したことをどこで知ったの？妊娠したことをどこで知ったの？そうだなって納得したわ。僕は反省したから。放っておくと何も起きない。主人公がそういうのやる役目なんだよな。友人しかいない。養うことだってできないんだ。先輩風は頼もしいまだ。こいつに頼るしかないのか。ピタリと身を寄せ励ますように。なんか今回会えて無茶すぎて呆れる。ありがたいよね。私をからかうためだけのためにつくづく思いました。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。